皆さん、こんにちは。私は2500年前、釈尊が法を説かれたその場に居合わせた弟子の一人です。今日は、妙法蓮華経の中でも、特に深い教えが詰まった、化粧遊本第7についてお話しします。このお経は、仏の知恵と慈悲が、どのように私たちを導いてくれるのか、その道筋を教えてくれるものです。ぜひ最後までお付き合いください。まず、釈尊は弟子たちに、遥か昔の大通知しよう如来という仏の話をされます。この仏は、計り知れないほど遠い昔、阿僧祇光という途方もない時間の前に現れた仏です。その時代は大僧と呼ばれ、国は皇上という名でした。大通知しよう如来の寿命は5兆4000億号という想像を絶する長さでした。仏が悟りを開く直前、1正号から10正号もの間、座禅を続けましたが、なかなか悟りは現れませんでした。その間、天の神々が仏のために高さ10万由旬の座を作り、天の花を降らせ、音楽を奏でて供養しました。そしてついに、大通知しよう如来は、あの九多羅三が脈三菩提、つまり、最高の悟りを成就されたのです。そして、大通知しよう如来には、16人の王子がいました。長男は、智釈という名でした。父が悟りを開かれたことを聞き、王子たちは遊び盛りでしたが、父のもとへ駆けつけました。母は泣きながら彼らを見送りました。天輪女王や多くの人々も一緒についていき、仏を礼拝し供養しました。王子たちは仏にこう願いました。世尊よ、どうか法を説いてください。天と人々を安らかにし、私たちとすべての衆生を救ってください。大通知しよう如来は、彼らの願いを受け入れ、悟りの法を説き始めました。その瞬間、十方の世界が揺れ動き、光が闇を照らし、人々は互いの存在を知りました。梵天皇たちもこの光に驚き、集まって仏のもとへ向かい、供養しました。そして、大通知しよう如来は、ここでとても重要な法である。まず、主体を説かれました。これは苦である。これは苦の原因である。これは苦の滅びである。これは苦を滅ぼす道である。と。さらに、大通知しよう如来は、十二因縁を説かれました。無明から始まり、行、識、名色、六入、即、樹、愛、種、う、生、老死へと続く輪廻の連鎖。無明が滅すれば、すべての苦が滅する、と。この法を聞いた6億1000万億の人々は、苦から解放され、アラカンという悟りの境地に至りました。その後も、仏は法を説き続け、無数の人々が救われました。16人の王子たちは出家し、奢弥となりました。彼らは聡明で、すでに多くの仏のもとで修行を積んでいました。彼らは仏に願いました。世尊よ、どうか私たちにも最高の悟りの法を説いてください。仏は彼らの願いを受け入れ、2万号の後、法華経を説き始めました。奢弥たちはこの教えを深く理解し、8万4000号の間、人々のために法を説き続けました。彼らは無数の人々を導き、悟りへと導いたのです。ここで、釈尊は、化粧の例えを説かれます。例えば、宝を求めて、険しい道を進む人々がいました。彼らは、疲れ果て、
もう歩けない、引き返そう、と言い始めます。そこで、道士は、途中に幻の城を作り、あそこに城がある、休もう、と言います。人々は、城で休み、元気を取り戻します。すると道士は城を消し、宝はもうすぐだ、と言います。この城は二条、つまり正門城と円覚城を表しています。仏はいきなり最高の悟りを説くと、人々が諦めてしまうことを知っておられたのです。だからこそ途中に休む場所を作り、少しずつ導かれるのです。釈尊は引き続き僧たちに次のように説きました。僧たちよ、私たちが奢弥であった時、無数の衆生を導きました。その衆生とは、今ここにいるあなたたちであり、未来のあなたたちです。たとえ今は正門の境地にいても、仏の教えを信じることで必ず最高の悟りに至ることができるのです。仏の教えはただ一つ。それはすべての衆生が仏になることができるという真理です。この道は遠いように見えても、仏の慈悲と知恵が私たちを導いてくれます。どうかこの教えを信じ、歩みを続けてください。いかがでしたか？この化粧湯本第7は、仏の方便と慈悲がどのように私たちを導いてくれるのかを教えてくれる大切な教えです。この章で第通知使用如来が説かれた地体と十二因縁について詳しくお伝えして参りたいと思います。まず、地体とは、苦体、集体、滅体、動体の4つの真理であり、衆生である私たちが、なぜ苦しむのか、どうすれば苦しみから解放されるのか、といった人々の苦しみの原因と、その解決方法を仏は示しています。苦体とは苦しみの存在であり、人生には生老病死などの苦しみが存在することです。実体とは苦しみの原因であり、苦しみの原因は欲望や執着にあることです。また、滅体とは苦しみの終わりであり、欲望や執着を捨てることで苦しみから解放されることであります。そして、動体とは苦しみを終わらせる方法です。これは、八丁道を実践すること、苦しみを終えることができるのです。この八丁道に関しては、また機会を改めてお伝えしたいと思いますが、地体は仏教の核心であり、人生の苦しみを理解し、克服するための指針であることを理解しましょう。そして次に、十二因縁です。この十二因縁とは、無明から始まり、老死に至るまでの12の因果関係です。衆生である私たちが、なぜ苦しむのか、苦しみの連鎖を断ち切るにはどうすればいいのか、を大通知使用如来は説かれています。その十二因縁をそれぞれお伝えしてまいります。無明とは真理に対する無知や誤解であることです。行とは無明に基づいて行われる意思的な行動です。識とは行によって形成される識別作用です。名識とは識によって形成される心身の現象です。六入とは6つの感覚器官である目、耳、鼻、舌、身、意のことです。触とは感覚器官と外界との接触です。受とは接触によって生じる感覚や感情です。愛とは感覚や感情に対する執着のことです。種とは執着によって生じる強い欲望です。うとは欲望によって形成される存在です。生とは存在によって生じる新しい生命です。老死とは生命の終わりである老死となります。この十二因縁とは
私たちが苦しみの連鎖を理解し、断ち切るための指針であります。この四諦と十二因縁を身につけ、日々の生活において実践することで苦しみから解放され、仏の道に歩むことができるとお示しになられています。ぜひこの動画をきっかけに私たちも仏の道に邁進してまいりましょう。今回は妙法蓮華経化粧遊本第7についてお話ししました。次回は妙法蓮華経500弟子受記本第8の深い教えについてお話しします。もしこの動画が皆さんの心に響いたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることで、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。また、皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も、また、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。